東大あるある。チェックシャツ着てる人誰もいない。これはですね、昔、いかにも東大生、略してイカ党っていう言葉がプチ流行したんですよ。そのイカ党っていうのは、世間東大生に持ってるイメージ。チェックシャツ着て、で、そのシャツをジーパンにインして、で、メガネをかけていると。ガリ弁のイメージですよね。これはひどい偏見ですよ。本当にひどい。今でも動画を見てる方で、そういったイメージを持たれてる方いるかもしれませんけど、今はもうチェックシャツ着てる人一人もいません。これは単純にみんながイカとって言うせいで、ちょっとみんな意識しちゃって、チェックシャツもう着れなくなったと。はい、かわいそうですね。こんな感じで、一つ一つ着られない服を増やしていったら、100年後には東大生みんな全裸になってますね。はい、皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。はい、今回はですね、3x イコール2となる x を求めていこうというわけでですね。高校までの範囲だったら、3x の値って言ったら、マイナス1から1までの範囲しか取らないじゃないですか。だけど、オイラーの方式とか使って、いろんな世界を拡張してあげると、いい感じに 3x イコール2となる x も出てきたりするんですよ。ということでね、これこそが、その背伸びしていると。高校数学を一歩背伸びするだけで、いろんなものが見えてくると。一歩背伸び。一歩背伸びって何ですかね。それはさておき、早速、その中身を見ていこうと思います。それでは、背伸び。はい、それでは早速見ていきましょう。ちょっと背伸びな高校数学。今回は 3x イコール2となる x とは、はい、3x イコール2。高校数学の範囲だと θ が実数の時、すなわちマイナス1から1の範囲しか sinθ は取らなかったんですが、θ の範囲を複素数にまで拡張すると、sin z イコール2となる z が存在するんですね。z っていうのは複素数を表していると。ただ、sin z イコール2。三角関数のままだと扱いにくいですよね。ということで、オイラーの方式を使って変換してあげようと。e の iθ 乗イコール cosθ プラス isinθ。これがオイラーの方式。で、e のマイナス iθ 乗、その θ をマイナス c に置き換えてあげると、この cos と sin の中身がマイナス θ になるので、こんな感じに変換されますよね。で、この第1式と第2式、これを見比べてあげると、その差を取ってあげれば cosθ が消えると。で、丸1引く丸2をしてあげると、sinθ のところは、isinθ 引くマイナス isinθ と。だから、2isinθ になるはず。だからそれを 2i で割ってあげれば、sinθ の値が出ると。すなわち、sinθ は 2i 分の e の iθ 乗、マイナス e のマイナス iθ 乗と置き換えられるんです。すなわち、三角関数を指数関数の形で表せるんですよね。ということで、sinz イコール2。これを指数関数の形で表してあげましょう。そうすると 2i で分母払って e の iz 乗をかけてこんな感じになりますと。で、これは e の iz 乗に関する二次方程式と見れますから、解の公式を使ってあげて e の iz 乗イコール 2i の2乗がマイナス4。で、マイナス ac の部がプラス1となってこうなると。で、ルートマイナス4プラス1はルート 3i なので、e の iz 乗はこういうふうに書き表せますねというわけなんですよ。で、あとは両辺をログを取って求めてあげればいいと。はい、こちら。これは前回の復習になりますよね。はい。まず、ログ e の iz 乗は iz。これは当然。で、ログ2プラスマイナスルート 3i の部分を実数部分と虚数部分に分けてあげると。で、ログ2プラスマイナスルート3。これをまず、ログ2引くルート3の方をマイナスログ2プラスルート3に書き換えてあげると。これは2引くルート3と2プラスルート3の積が和と差の積で1ということがわかるので、2引くルート3が2プラスルート3のマイナス1乗と同じになりますね。そのことから言えますと。で、ログ i の方は、i が大きさ1で変角が2分の π。要はその 2nπ 乗との i 乗と。このように表せるので、ログ i はこうなりますね。はい。ということで、iz は、そのログ i の部分がこれに対応して、ログ2プラスマイナスルート3は、ログ2プラスルート3のプラスマイナスというふうに置き換えられることがわかります。であとは i で割ってあげてこうなると。つまり、サインの
2分の π プラス 2nπ プラスマイナス i ログ2プラスルート3。この値が2となるわけなんですよ。はい。これで、なんとか sin z イコール2となる z を求めることができました。まあ、こんな感じでですね、まあ、今回のちょっと背伸びな高校数学第1弾のシリーズとして、まずマクローリン展開から始まり、オイラーの方式を証明し、それを使って i のi 乗ログ i、sin z イコール2となる z だったり、そういった世界を広げてみたと。ただ、オイラーの方式っていうのは、ぶっちゃけこういう i の i 乗とかを求めるっていうことが本質ではなくて、まあこれによっていろんなことができるようになるんですよね。例えば、微分方程式とかを確率的に求められるようになるとか、あとは、まあ複素積分とか、まあいろんな分野ですごくパワーを発揮するんですね。なので、まあ、こんな i の i 乗ログ i、あと sin z イコール2となる z。で、世界広がってるな、面白いなと思った方は、どんどんその先のことまで勉強していってくれたらなと思います。で、まあ今回ちょっと背伸びな高校数学第1弾だったのでね、まあ第2弾、第3弾と回を追っていくことに、例えばそれこそさっき言ったような複素積分だったり、そういった話もできたらいいなと思っています。なので続編もご期待ください。はい。さて、番外編になるんですが、このオイラーの定理っていうものを使って、遊びみたいなもんですけど、この1の2乗分の1足す2の2乗分の1足す3の2乗分の1足す点々点イコール6分の π2乗。これ有名なバーゼル問題とか呼ばれるものですよね。こういったものを証明してみたいと思います。はい。オイラーの定理のお遊び編と考えてくれたらいいんじゃないかと思います。ということで、また別の動画でお会いしましょう。じゃあね。